皆さんこんにちは、木村直樹です。今回はですね、8mm カメラ用のレンズが使えるペンタックス910っていうカメラを紹介します。今ご覧の通りこんな感じの 8mm っぽく撮れるっていうのが最大の魅力で、ペンタックス910なんですけども、今中古で1万円ぐらいでだいたい買えるんですよね。ただ現行品はもうシリーズペンタックス9シリーズっていうシリーズが3世代ぐらいあって、もう現在では販売終了しちゃって中古しかないんですけども、昔ながらのこんなレンズが使えるっていうことで、とっても楽しいカメラですので、こちらをご紹介していきます。それでは本編スタートです。ということですね、こちらのペンタックス910、外観をちょっと見ていこうかなと思うんですけども、今D マウントってねじ込み好きなんですけど、ケルン、ちょっと読み方がわかんないですけど、スイーツアーランド、ケルンパジャードですかね、がついてまして、これ F1.9 ですね。こんなにちっちゃいんですよ。何と比べればいいのかな。フィルムのケースなんですけど、それの半分ぐらい。こんなぐらいのサイズですね。iPhone と比べると、これ 10R がちょっとでかいやつなんですけど、スマホよりはちっちゃいんですよ。で、薄さが3倍ぐらいかな。でもこのサイズだから GR3 よりちっちゃいです。多分。っていう感じで。で、イメージセンサーサイズが、ペンタックス9シリーズはですね、9.7からイメージセンサーちっちゃいんですけど、これは9.10なんで、マウントがペンタックス9マウント。イメージセンサーがすごいちっちゃいです。多分、ちょっとわかんないんですけど、1インチよりちっちゃいサイズですね。で、アダプターがですね、これはヨヨの D マウントから9.0への、こっちが9マウントで、ここが D マウント。それで、外観はすごいクラシックで、ここが革で、ちょっとこの辺、乱雑っていうか、あんまりスマートではないんですけど、このですね、フォントが結構僕は好きですね。この辺のフォントが。で、こっちに手前のダイヤル。で、前がモードダイヤルがついてるっていう感じ。で、スイッチがあんまり僕は好きじゃないんですけど、この押し式のスイッチってことですね。プッシュ式。こんな風に出まして、電池がないな。D マウントでワイドだと、これ実はボディ内、手ブレ補正がついてるんですよ。オンにすると少しクロップでも手ブレ補正が作動してるんで、ケラレがチラチラ見えるような感じ。で、主に動画で僕は使ってるんですけど、もちろんイメージセンサーのサイズが小さいし、レンズもこれはオールドレンズをつけてるんで、映り方はだいぶ 8mm ビデオっぽい映り方をする。で、面白いのが、これをですね、ISO オートで撮るんですよ。わざと。ISO オートで撮ると、露出の変わり方がですね、スムーズに変わらないんで、パキパキ変わるんで、こういうところですね。パキパキ変わるんで、逆にそこが味があるかなっていうふうに僕は思うんですけど、電池が切れちゃったですね。はい。で、今、表示、スペイン語に僕はしてるんですけど、いろんな言語に表示ができます。で、あんまり僕は日本語のフォントが複雑で、もう少しなんていうんですかね、フォントが、もう少し日本語のフォント自体が、カタカナと漢字とひらがなってあって、それがシンプルじゃないから、だいたいアルファベットの言語にしちゃうんですけど、SD カードスロットが横にあって、今切れたバッテリーがですね、こういうサイズのバッテリーなんですよね。これも純正じゃないやつを使ってます。で、残念なことに、ペンタックス9シリーズ3世代ぐらいはそれからあるんですけど、で、レンズも9マウントのレンズだと、ある程度は綺麗に映る。しっかり映るから、カメラとしても、十分機能するかなっていうふうに僕は思います。ただ、イメージセンサーのサイズがちっちゃいので、スマートフォンの画質、現在でペンタックス9のアドバンテージっていうのは、僕はその画質が悪いことなんですよ。
だと思います。電池を変えましょうか。純正の電池はこういう感じなんですよ。まあこのボディサイズでサイドにバッテリーがある。まあメモリーカードとこのキャップの部分が別っていうのは少しいいかなっていうふうに思います。で、まあちょっとこの辺をね、まず電源入れるとなんかいろいろ設定しましょうっていうのが出てきて、これね、電池変えるとね、初期化されちゃうんですよね。まあその辺はちょっとめんどくさいところなんですけど、まあ大体でこの辺はいつもスルーしちゃうんですけどね、メインのカメラじゃないんで。で、これが手ブレ補正が効くんで、それに応じて焦点距離を最初に入力する画面になるんですけど。で、前のダイヤルに、このダイヤルが、ここにダイヤルが4つありまして、これ全部フォトスタイルをカスタマイズしてここに登録できるっていう、このフォントもね、結構いいなって思うんですけど。で、どんな風にしてるかっていうと、微妙に変えてってる。ちょっとメニューを見ていきましょう。ちょっと英語、スペイン語にしちゃってるんで、ちょっと恐縮なんですけど、ざっと、ローも写真撮りますし、で、ローで撮ると結構それなりにいい画質かなっていうふうに僕は思いますね。手ブレ補正がついていて、一通りの機能は全部あって、で、面白いのが、この極彩っていうのがね、確かあるんですよね。これですね。これにすると、結構すごいコントラスト効いた鮮やかなスタイルなんですけど、横にこうできてっていうぐらいかな。さっき言い忘れたんですけど、フラッシュがつきます。で、この僕の今使ってるのはだいぶ中古で1万円ぐらいで手に入れて、で、今もうマイクがつかない状態っていうか、そんな状態なんですけど。結構個人的には、やっぱりなんだろうな。これで画質悪い 8mm ビデオみたいに撮れるんですよね。で、こういった、D マウントのレンズ群って、状態いいのを探すのは難しいんですけど、すごい安いじゃないですか、ちっちゃいくせに。結構ね、ホコリとかは入っちゃってるのが多いんですけど、8mm のフィルムカメラのレンズなんですよね、D マウントレンズって。で、値段は安いし、これが使えるっていうところなんですよね。このままつくんですよ。で、これISO500 のタングステンのフィルム25フィートが今入っていて、ちょっと撮ったんだけど、どこまで撮ったか忘れちゃってるボレックスなんですけど、これと多分似てるんですよ。ね。写りもね。おそらくなんですけど。だから、こっちのレンズを何とかして活かしたい 8mm 風のに、もちろん今もダヴィンチレゾルブとか、なんていうんですか、編集で付け足すことはもう何としてもできるんですけど、やっぱりロマンがあるんで、僕はこれ、表現の一つとして使いたいんですよね、なんとかして。だから YouTube の収益、案件で使うことはおそらくほぼないんで、YouTube の収益を上げて、フィルム代にしようと思って、フィルム代と現像代、それからそれで作品を作る、経費にしようかなとかって思ってたりするんですけど。フィルム、ちょっと話変わりますけど、フィルムをみんな使わないと、コダックなくなっちゃうし、富士フィルムもフィルム作るのやめちゃうんで、なんとかしてみんなで、趣味でいいと思うんで、みんなで使っていきませんか。で、一定数いれば適正な価格で、レコードぐらいの産業になってくれればいいかなって思うんですけどね。ちょっと、まだこれテストも終わってないような状態なんですけど、ずっとフィルム入ったまま。だからちょっと多分フィルムの状態も悪くなっちゃうんですけど、ちなみにこの 8mm カメラは、フィルムカメラは、このボレックスは、ダブル8っていう 8mm なんで、スーパー8っていうのがシングル。ちょっと話が変わるんですけど、フィルムっていうのは両端に穴が開いていて、そこに引っかかってくるくる回ると思うんですよ。で、それがダブル8っていうのが元々の 8mm。昔の 8mm のやつで、カセットに入ってないでロールなんですよね。で、それ、両側に穴が開いてて、っていうのがダブル8なんですよ。で、シングル8っていうのが片側だけなんですけど、これはダブル8の機種なんで、もし買うときは、ダブル8はフィルムがそもそも売ってないんで、日本にはもう売ってないんですよ、ダブル8のフィルムは。ニューヨークにあるお店があって、そこからネットでもう輸入する、海外から買うっていう感じ。で、現像もう日本ではできなくて、そのニューヨークのお店に、そんな高くないんですよ。1万円ぐらいなんですけど、
25フィートだと。まあデベロップを頼むっていう感じなんですよね。でまあその8ミリをいきなりやるのはちょっと大変でも、D マウントってもうみんなねフルサイズいっちゃうから、全然なんかあんまり最近は多分下火なんですけど、安いし、こういう雰囲気のある映像が撮れるっていう感じですかね。ちなみになんとかしてこれで自撮りしたくて、ここに鏡を僕はつけたんですけど、だいたいこの 5.5mm、これは 5.5mm なんですけど、どこに書いてあるんだ、これ 5.5mm の画角になるようにこうミラーとかつけちゃってるんですけどね。これ手ブレ補正をオンにしとくと、聞こえるかわかんないですけど、動作音が電子機器的なピピピピピっていう動作音が入ってるんですけどね。でまあ欲を言えばこれフル HD までしか撮れないんで 4K はもう撮れないんですよね。4K でその書き出ししたい場合はまあアップスケールをダヴィンチレゾルブとかでスーパースケールをするっていう感じですかね。動画でこれはMOV フル HD のまあ MOV とかなんですけど、まあよく言えばこれで動画撮れるといいなっていうふうにまあ僕は思ってて、キャノンの EOS M とかでマジックランタン使えば確かクロップなしでできるんですよね。または FP とかに 8mm のクロップモードをつけてもらえれば、それで FP を買えば C マウントも D マウントも 16mm も 8mm も全部ローで撮れるっていう風になると思うんで、すごい期待してるんですけど、クロップ倍率がですね、これワイドで 5.5mm なんですけど、クロップ倍率が6倍ぐらいですね。フルサイズ換算でいくと。だから 5.5mm なんだ、5630。だから 30mm ちょいワイドが、D マウントにある最もワイドな画角なんですよ。で、C マウントだったり D マウントのワイドレンズにありがちな、こうフォーカスリングがないんですよ。絞りリングのみで。っていうレンズですね。はい、まあ、望遠だったりとか、これとか、だから、これ何ミリだ ?13 ミリぐらいなんじゃないか。もう、なんていうんですかね。普通に普段使っている、これ38ミリだ。これだから超望遠なんですよ。38ミリかける、38ミリかける6。これ200ミリなんですよ。だから。で結構ね、もう、ヤフオクとかで買うと、状態の悪いのばっかりしかないんで、なんとかして分解して清掃する方法が知りたいんですけど、あんまりね、D マウントとか、その価値が今もうあんまり使う人もいないんじゃないかっていう感じではあるんですけどね。それではですね、まあこれらのレンズ、それからアンジェニューの、これは D マウントの936っていう D マウントのレンズなんですけど、これを使って、まあ、どんな映像が撮れたるかっていうのを、まあ、冒頭も映像を流しましたけど、作例をこうちょこちょこね、ペンタックス級でどんなのが撮れるかっていうのを作例を見ていきましょう。写真の方からまず見ていきましょうかね。まあこんな感じの、なんていうんですかね、少しこう周辺原稿が来てたりして、まあ使ってるレンズはいろいろなんですけど、こういう感じの映り方になるんですよね。少しこう色あせてるんだけど、でも
これ極彩以外のその色設定にしても、なんかね、赤がこう、べちゃって、すごい飽和してるんですよね。飽和してるっていうか、なんかね、ちゃんと描ききれてない感じですか、色としては。っていうところが、なんて言うんだろうな、面白いなっていうところなんですよね。8mm のレンズって、多分 16mm のレンズもそうなんですけど、もうこう、ボケは完全に超ぐるぐるってくるんですよね。もうレモン型、完全にこう。で、この辺なんかはボケの周辺のその輪郭とかもきちっと出ちゃってるから、もうザッツオールドレンズっていう感じですね。もう周辺なんかもう完全に流れまくってるっていう感じなんですよね。まあこんな感じかな。まあこの辺はちょっと全部6.5mm か 5.5mm の方でケルンかもう一個の方の 6.5mm 撮ってるんですけど、この空のやつはね、ちょっとこれはスマホで色編集しちゃってますね。ただなんか濃くするとここまでは出てくるし、まあ拡大するとまあちょっとしんどさはあるんですけどっていう感じではまああります。はい。この辺なんかバグってるな、右が。でローで撮るとですね、結構なんて言うんだろう、まあパッと見そんなに画質悪いなっていう感じはしない。まあそのオールドレンズ、めちゃめちゃオールドレンズっていう感じなんですけど、ローっぽい、ちゃんとローだなっていうこってり感もありっていう感じですかね。でレンズによってまあこうもう逆光の時にも大変なことになりますね。はい。最近ちょっと散歩しながらカフェを見つけたんですよね。こういう感じなんですよ。ちょっとこうだからレトロチックな場所を撮るとか、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、レトロチックなやつのレトロさを倍増してくれる。三茶から下北の方にちょっと歩く途中であっためちゃめちゃちっちゃいところで、物販とかもしてるみたいなんですけど、名前がですね、これはですね、アイスが400円、これ4ドルって書いてあるけど、多分400円なんですけど、コーヒーヴィンテージで、これ名前がですね、どっかで撮ったんだよな。ちょっとわかんないんですけど、名前はこちらです。で、動画の方なんですけど、動画の方もね、もうね、これ手ブレ補正ついてるんですよ。で手ブレ補正ついてるから、かなり、で、このサイズ感で、実はこれすごい使いやすいんですよね。スマホよりちっちゃいですからね、サイズ感としては。ポケットにも入るし、もちろんそのレンズ次第なところはあるんですけど、もう手軽さで言ったら、このぐらいのサイズ感っていうことは、まあこれちょっとアルカスイスのシューがついちゃってるんですけど、スマホ、まあこれ 10R なんですけど、ちっちゃいんですよね、iPhone より。多分ね、マイクロフォーサーズでこんぐらいのとか、APS-C でこんぐらいのとかできると思うんですよね。だから下手したらもう、なんて言うんだろうな。まあレンズをね、つけたらこう縦に伸びちゃうんですけど、こんぐらいのあったらいいかもしれないですよね。まあ GR3 があるかもしれないですけど。まあそんな感じですね。で、動画の方がですね、これはちょっと僕の部屋で恐縮なんですけど、小物とか撮るのにすごい重宝しそうな感じするですね。で、レンズはね、これはね、いろいろついてます。望遠のやつも使ってみたりとか。まあ望遠つけるとさすがに、ローリングシャッターが弱っちいんで、出てきちゃうんで、まあまあまあ、三脚つけた方がまあいいっちゃいいんですけどね。望遠の時はだから三脚つけて撮ってます。まあ中古で1万円で買えちゃうんで、その辺でね、おすすめかなという。まあ個人的にはこう、結構ね、これでミュージックビデオを撮った時に、フランス人のまた歌を歌う人がいて、その人のミュージックビデオの時に、これサブカメラでちょっと持ってったんですよ、遊びに。それで、なんかちょこっとこう、もう渡して撮ってもらったりして、そういう使い方もいけるなっていうので、なので、そういうリンク下に貼っとくんで、よければ見てみてください。はい。まあ、本当の 8mm のムービーとは違うけど、でもそれっぽい感じが出せるっていうところですよね。で、まあ、スマホのフィルターでも出せるけど、なんて言うんだろうな。そこを、まあ、本当のレンズを使えるっていうところで、やっぱり、こっちのペンタックス9点の方が、より複雑性を、もう多分おそらく持ってるんですよね。まあ、下手したらゴミがついてるのが逆に良かったりとか、ハレーションのあれとか、そういうのを、もうコンピューターでシミュレートするんじゃなくて、もう本当にやるみたいなそういう良さがあると思います。はい、いかがでしたでしょうか。まあやっぱりこういい画質で撮れる
のが全てじゃないし、今編集で何でもエミュレーションパソコンでねできると思うんですけど、でも多分本物を知らないとエミュレーションもできないと思うんですよね。まあ本物っていうのはこういうフィルムで実際に撮ってみて、グレインは本当はどうなのかとか、本当は色はどうなのかとか、そういう勉強的なところと、あとはロマンですよね。はい。D マウントのレンズ群って安いし、ペンタックス9点これなんて本当にだんだん全部みんな壊れていっちゃうかもしれないですけど、これ機械製品なんで。でも1万円ぐらいで買えるじゃないですか。なので遊びとしてすごい楽しいかなっていう思うんで、紹介した次第です。個人的にはこれももちろん使っていくんですけど、こっちで何か作品を作りたいなっていうのがあります。はい、そんな感じですね。機材の紹介だったり撮影の仕方、それから生活に役立つライフハック的な情報、たまに音楽、占いだったり、ちょっと最近液鏡ですね。すごい興味あって、でも難しいんですよ。で、人に動画にして解説できるようになるまでにだいぶ多分勉強する時間がかかると思うんで、すごい何年か後に液鏡の占いとかも多分やっていくと思いますので、よろしくお願いします。よかったと思ったらグッドボタン、それからチャンネル登録、よろしくお願いいたします。今日の撮影カメラはですね、作例の方はこの9点を使っていて、T4 でやっぱり普通のズームレンズで、18-55のズームレンズで、このマクロのコンバージョンですね。これをつけてました。はい。18-55寄れないんで、これに1700円ぐらいでヨドバシがでポイントで全部買ったんですけど、これつけるとすごい便利なんで、マクロレンズ買うよりも使いやすいかなっていうふうに思います。はい。それではまた。